この物語はフィクションであり、実在する東宝キャラとは一切関係ありません。劇団ニトリプレゼンツ。カッパ。日本昔話。坊やー。良い子だ。ねんねしなー。10粒の豆。昔々あるところに、お腹を空かせた貧乏な巫女と、賢くて可愛くて優しくてお金持ちのカッパが住んでいました。ある日のこと、二人の前に女神が現れ、こう言いました。一粒万倍。さあ、あなたたちにこの大豆をあげましょう。二人は女神から、10粒ずつの大豆をもらいました。お腹を空かせた巫女は大喜びして、10粒の大豆をいって食べました。美味しかった。でも、これだけじゃお腹が膨れないわ。一方、賢いカッパは10粒の大豆を畑に撒いて、育てることにしました。それから4ヶ月ほどが過ぎた頃、畑にはたくさんの大豆が実り、可愛いカッパはザルいっぱいの大豆を手に入れたのです。それを見ていた貧しい巫女は、とても悔しがりました。あんただけずるいわよ。知ってれば私も畑に撒いたのに。それを見て、優しいカッパはお腹を空かせた巫女に、10粒の大豆を差し出してこう言いました。さあ、これをあげるから育ててごらんよ。大豆は1000粒になって戻ってくるよ。1000粒？可愛いカッパからもらった大豆を、喜び勇んで神社に持ち帰った巫女は、早速入り豆にして食べてしまいましたとさ。美味しかった。眠れる館の美女。昔々のその昔、とある国のとある湖のほとりに、大きな洋館が立っていました。その庭先には、いつの頃からとも知れず、一本の立派な剣が突き立っていました。そして不思議なことに、どれだけ力を込めてみても、その剣を引き抜くことはできませんでした。ある日、館の主は国中に呼びかけました。この剣を見事引き抜いた者には、馬車いっぱいの褒美を取らす。その日から、知らせを聞いた力自慢たちが、我こそはと館へやってきました。ところが、どんなに屈強な男にも、妖術を使えるという僧侶にも、地獄から来た鬼にさえも、その剣を引き抜くことは叶わなかったのです。館の主も諦めかけていた頃、彼女のもとに一人のカッパが訪ねてきました。それは天才の名を欲しいままにする科学者で、美しく優しい少女でした。館の主はカッパの美少女に剣のことを話してみました。するとカッパの美少女はしばらく考えた後に、わかりました。やってみましょう。と、主の依頼を受けたのでした。あくる朝、自慢の装備を整えて、カッパの天才美少女が剣の前に立ちました。さあ、始めようか。美少女は機械を操作しました。すると、異国の服を着て、頭に剣を突き立てたままの少女が、まるで大根を引き抜いたようにして、ずるりと地中から現れたのです。あっけに取られる周囲をよそに、異国の少女は、よく寝たー。と、大きく伸びをすると、頭に刺さったままの剣の塚に手を伸ばし、自ら引き抜いてみせたのです。誰もがその様子を呆然と見守る中、館の主は言いました。自分の頭に刺さっていたとはいえ、その剣を引き抜いたことに変わりはない。約束通り褒美を取らせよう。しかし、異国の服を着た少女は首を横に振ったのです。いいえ、私は褒美を望みません。私はここで眠っていただけなのです。でも約束は約束。違えたとなればカリスマたる主としての保険に関わる。褒美を受け取りなさい。いえ、受け取る理由がありません。お断りします。しばらくの間押し問答が続いた後に、異国の服を着た少女は言いました。わかりました。それではどうでしょう。褒美を受ける代わりに一つお願いを聞いてください。どんな願いかしら？ここはとても寝心地がいいのです。夢の続きを見させてください。こうして異国の服を着た少女は主に雇われることとなり、館の門番として、今も眠り続けているそうです。3倍のかけそば。昔々あるところに、それは美しいカッパが営む蕎麦屋がありました。ある年の大晦日のこと、混雑していたお客もはけて、そろそろ店じまいしようかという自分になって、一人の巫女が凍えながら店にやってきました。いらっしゃい。多分お前さんが今年最後のお客さんだよ。働き者のカッパは嫌な顔もせずに巫女を席に案内しました。かけそばをください。はい。かけそばだね。なんだい？巫女はうつむいたまましばらく言いよどんだ後に、3倍、いただけるかしら。3倍。カッパは
首をかしげました。うちの店、持ち帰りはできないけど、3倍でいいのかい？巫女は小さくうなずいてから話し始めました。私には2人の子供がいたの。とってもいい子たちだったわ。でも、今年の夏に2人は流行り病に倒れて旅立ってしまった。お金がなくて、お薬も買ってあげられなかったの。そんなことが。それはお気の毒だったね。でも、2人はまだここに住んでるの。私の胸の中であの子たちはずっと生きてるの。今日は大晦日。だから私はあの子たちの分もお蕎麦を食べてあげるの。そうだったのかい。心優しいカッパは巫女の話に胸を打たれ、つぶらな瞳に涙をにじませました。でも、私には1人分のお金しかない。あの子たちの分を、払ってあげられないの。私、一体どうしたら。いいんだよ。カッパの美少女は、切なさを振り払うように言いました。いいんだ。1人分で十分さ。すぐに作るから待ってておくれ。カッパは1杯分の代金で、3倍のかけそばを巫女に食べさせたのです。年が明けてしばらくが過ぎた頃、カッパの美少女はその日の出来事を蕎麦屋に来た客に話しました。すると、その巫女っていうのは赤い服を着た巫女じゃねえのかい？ああそうだよ。お前さん知り合いかい？いや、そうじゃねえが、似たような話を団子屋で聞いたことがあるんだ。別の客も言いました。団子屋だって？俺は酒屋で聞いたぜ。でも亡くなったのは年の離れた兄さんだって話だ。なんだいそっちもかい？俺が肉屋で聞いた話は双子の妹だったはずだ。立ちの悪い話だぜ、まったく。そうです。純真なカッパはその巫女に騙されていたのです。そして時は経ち、その年の大晦日、そろそろ店を閉めようかという自分に、あの巫女が再びやってきたのです。巫女は去年と同じ席にかけるとこう言いました。かけそばを3ついただけるかしら。3つだね。でも、お金は1杯分しかないの。ああ、構わないよ。お蕎麦が伸びてしまうといけないから、1杯ずつ順番に作るからね。美しいカッパはそう言いました。間もなくして、1杯目の蕎麦が出され、巫女はあっという間にそれを平らげました。美味しかったかい？美味しかったわ。凍えた体が温まったわ。寒い夜はこれに限るわね。これで年が越せるわ。そして2杯目の蕎麦が出されました。巫女は喜んでそれを平らげました。どうだい2杯目は？それは亡くなったお前さんの子供たちの分だ。そうね。美味しかったわ。あの子たちも喜んでいるわ。そうかい、それはよかった。1杯目はお前さんの分。2杯目は子供たちの分。そしてこれが3杯目。最後の1杯だ。そう言いながら、カッパの美少女は3杯目の蕎麦を出したのです。あら、1杯目が私の分。2杯目が子供たちの分なら、3杯目のこれは誰の分かしら？首をかしげる巫女に向かって、カッパの美少女は言ったのです。そいつはね、閻魔様の分さ。閻魔様。カッパの美少女は落ち着いた表情で、こう続けました。お前さんに子供がいないことは知ってるよ。年の離れたお兄さんも、双子の妹さんもいないことは知ってるよ。閻魔様もね。巫女の表情は一瞬にして凍りつきました。1杯目はお前さんの分。2杯目はいるはずのない子供たちの分。どちらも美味しかっただろう？そしてこの3杯目、これが最後の1杯だ。どんな味がするだろうね？閻魔様は気に入ってくださるだろうか？お前さんはこれを、食べることができるかい？巫女はおじけづいていました。騙されていることを知りながらカッパが作った蕎麦に、底知れぬ恐怖を覚えたのです。結局巫女は3杯目の蕎麦を食べることなく、3杯分のお金を払って店を後にしました。そして二度と、人を騙すようなことはしなくなったということです。寒い夜はこれに限るよ。除夜の鐘か。来る年が良い一年になりますように。狼少女。むかーしむかし、山に白い狼の少女が住んでいました。ある日のこと、少女は思いついたのです。そうです。私は狼です。狼は強いのです。みんなから恐れられる存在なのです。そして、村へ行ってみんなを怖がらせるのです。白い狼の少女は、肩で風を切りながら村に出かけました。少女は村に着くと、村人たちに向かって大声で叫びました。
狼だぞー。狼が来たぞー。ガルル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 、ガルル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 。村人たちは驚いて逃げ惑いました。狼だー。狼が出たぞー。みんな逃げろー。村人たちが慌てふためく様子を見て、白い狼の少女は偉くなった気分になり大喜びしました。あはははは、どうですか。狼は強いのです。みんなの慌てぶりを見てごらんなさい。あはは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 。村人たちが自分を怖がることに味を占めた少女は、あくる日も、そのあくる日も村へ出かけて、みんなを怖がらせたのでした。それからしばらく経ったある日、村に山から天狗の少女がやってきました。村人たちは、毎日のように山から降りてきてみんなを怖がらせる、白い狼の少女の話をしました。すると、困り果てている村人たちに、天狗の少女はこう言ったのです。彼女は犬ですよ。さてその翌日、いつものように白い狼の少女が村へやってきました。さあ、今日もみんなを怖がらせてやるのです。少女は大声で叫びました。狼だー。狼が来たぞー。ところが、村人たちは誰一人として逃げ出しませんでした。あれー、おかしいなー。いつもだったらみんな怖がって逃げ回るのに。白い狼の少女はもう一度叫びました。狼だぞー。狼がやってきたぞー。ガルル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 。しかしそれでも逃げようとする者は誰もいなかったのです。おかしいなー。みんなどうしちゃったんだろう。不思議に思った少女は、そばを歩いていた少年に尋ねてみました。狼が来たのにどうして逃げないんだい？怖い怖い狼が来たんだよ。逃げないと食べられちゃうよ。すると少年は言いました。だって犬じゃん。だって犬じゃん。違います。犬ではありません。狼です。嘘。そんな嘘にはもう騙されないよ。みんな、狼じゃなくて犬だってことを知ってるんだ。だってどう見たって犬だし。違います。私は狼です。犬ではありません。信じてください。村人たちは口々に言いました。犬だよ犬。全く人騒がせな犬だ。もう誰も騙されないよ。その日から、白い狼の少女の話を信じる者は誰もいなくなったのでした。あおーん。金の薬、銀の薬。昔々、とある森のすぐそばに、木こりをするカッパの少女が住んでいました。少女はとても美しく、正直で働き者でした。ある日のこと、目を覚ましたカッパの美少女は、体がひどくだるいことに気づきました。これは風邪をひきかけてるのかもしれない。そう思いましたが、働き者のカッパは仕事を休みたくありません。そこで、風邪薬を持って木こりの仕事に出かけることにしました。そうだ。あの泉の水で薬を飲もう。そうすればきっと良くなるさ。斧を担いでカッパの美少女は森に向かいました。さて、仕事を始める前に薬を飲んでおこう。カッパの美少女は水を汲むために泉を覗き込みました。その時です。カッパの美少女は薬を入れたケースを、うっかり泉の中に落としてしまったのです。なんてことだ。薬はもう持ってない。どうしたらいいんだろう。泳ぎが得意なカッパですから、落とした薬を拾うために水の中へ飛び込むことができたでしょう。ところが、カッパの美少女はためらっていました。それは、その泉は女神が住むという伝説のある、聖なる泉だったからです。カッパの美少女は迷い続けました。どうしよう。薬がないと風邪がひどくなってしまう。でも、この泉に飛び込むなんて恐れ多いことだ。するとその時、泉が光に包まれたのです。眩しくて閉じていた目を開けてみると、そこには女神が立っていました。私はこの泉に住む女神です。カッパの美少女よ。あなたは困っているようですね。女神様、私は大事な風邪薬を泉の中に落としてしまったのです。それを聞くと女神は大きく一度うなずきました。すべて知っています。私がその薬を拾ってあげましょう。ところでカッパの美少女よ。女神は少女に尋ねました。あなたが落としたのは、黄色の便座ですか？それとも銀の便座ですか？黄色は鼻から始まる風よ。銀色は喉から始まる風よ。しかし、正直で美しいカッパはこう答えました。いいえ、どちらも違います。それは私が落とした薬ではありません。すると女神はさらに尋ねました。ではこれね。青の便座。これは熱っぽさから始まる風よ。ところがカッパの美少女は、いいえ。それも違います。と答えたのでした。女神は少し困ったように考えてからこう言いました。だったらこれでしょう。緑の便座よ。
緑は咳から始まる風邪よね。ジヒドロコデインリン酸塩やイブプロフェン、それにメチルエフェドリン塩酸塩も配合されているわ。しかし、美しいカッパは首を横に振ってこう答えたのです。いいえ女神様、それも違います。私が落とした薬はそれではありません。女神はまっすぐにカッパの美少女を見つめて言いました。青でもなければ黄色でもない。では、あなたは一体何を泉に落としたのかしら？正直で美しいカッパの少女はこう答えました。私が落としたのは、パブロンゴールドです。ゴールド。それは盲点だったわ。そう言うと、女神は全ての色の風邪薬を、正直者のカッパの美少女にプレゼントしたのです。その一部始終を、木の陰から見ている者がいました。赤い服を着た巫女でした。これはいいものを見たわ。風邪薬を全部もらえるだなんて、丸儲けじゃないの。赤い巫女は早速神社に帰り、風邪薬を持って戻ってきました。そしてその薬を泉に投げ入れたのです。さあ出てきなさい。すると、泉が光に包まれました。眩しい。光が収まり巫女が目を開くと、あれ？泉の水面に現れたのは人魚だったのです。さっきのと違うわ。戸惑う巫女を指さして、人魚はこう叫びました。不法投棄。え？不法投棄。あなた今ゴミを捨てたでしょ。違う。そうじゃないわ。私は風邪薬を。あなたのような人がいるから泉が汚れてしまうのよ。あなたが捨てたのは、このゴミでしょ。わじゃー。何するのよー。しかし、その時はもう水面に人魚の姿はなく、泉は何事もなかったかのように静まり返っていたのでした。ちょっとなんなのよこれは。これじゃまるで私がバカみたいじゃないの。いや、これはお芝居だからさ。みんな役を演じただけじゃないか。私は狼です。これはお芝居ですよもみじ。自分ばっかりいい役をしてずるいわ。仕方ないじゃないか。これはカッパの世界に伝わるカッパ童話なんだから。ミスキャストよ。私のイメージが壊れちゃうわ。あら、ハマり役だと思ったけど。撮影されていておかしいと気づかなかったのですか？気づいてたけど。けど、キャラが良かったから。なんだ天球ちまた。貴様は芝居に出ておらぬだろう。あれはお芝居なのです。あれはフィクションなのです。私は狼なのです。わかってるよもみじお姉ちゃん。私を大根扱いするなんてひどいです。文字通りの大根役者ね。私あんなにバカじゃないもん。だからこれはお芝居だってば。カッパに伝わる童話なんだよ。私の出番が少ないな。おいにとり、どうなっておるのだ？もう。ほらエンディングを撮影するから協力してよ。繰り返ってバイ。良いお年を。みんな来年もよろしく頼むぞー。だけどー。